はい、どうもこんです。ということで、今回はこちらのエスパーミッドを紹介したいと思います。こちらのリストですが、新環境一発目に行われた MO チャレンジにおいて、7勝2敗で見事優勝を果たしたものですね。前環境からティア1の一角を担っていた秋タイプなのですが、サンダーザンクションでもしっかりと強化されていました。何よりも精神の決闘者が4枚採用されているのが特徴的で、2703飛行警戒というスペックなのですが、そのターンにドローした分だけパワーが上がるということで、ラフィーンを使うエスパーにおいては、かなりマッチした1枚ですね。さらに悪事を働くたびにカードをルーティングすることができるので、コウモリや下水王など悪事を働くカードが多いということで、ラフィーンとともにデッキを安定させてくれる1枚になっています。他の上位入賞しているエスパーでも決闘者は使われていて、今後定番のカードになっていくのではないかなと思います。また上位入賞者は全員婚礼の発表や放浪を不採用にしていて、ボロス召集のような高速アグロや素早く倒す必要があるティムールランプなどを目立った結果かなと思われます。新カードはこちらのリストではスリのちび骨が試されていて、エスパーにおいてはラフィーンで育てることもできるので、序盤のアクションとしては割とありかなと思いました。またサイドには安らかなる眠りも2枚採用していて、ティムールランプやリアニメートもしっかりと目立っていますね。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで出力しているのですが、初マッチでね、さっくりと5-1できましたので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあ、こちら先手、突ゼロなので即マリガン。はい、こちらキープしていくんですが、タップインなのがちょっと、あれですね。キープしていきましょう。先手ということで、ティッシャーナをボトムに送っていきましょう。さて、アンタップインのカードが引けるといいですが、さあ、相手は、ゴルガリから。さあ、2打目。先手なんですが、ここはアクションマナスと。さあ、相手はコウモリから。どのカードも、強さ的にはね、結構強いんですが、次のターン、土地を引けるかどうかで、だいぶ変わってくる感じですね。はい。さあ、ここはコウモリを取っていくが、さあ、3マナ目引いてくる。先に、これは下水王ですね。下水王を出すことによって、ラフィーンがね、かなり強く使えますね。仮にこのターンに、下水王を除去るとしたら、それでもラフィーンで、はい、ミックス。ワンドローは、されていくんですが、先にラフィーンを出していきましょう。でこれはもうフルパンで OK ですね。ネズミは、どうでもいいということで、1段階は育てていきたいので、カウンターがいらないですかね。さあ、4点は通していくでしょう。残り16点まで。さあ、次のターンあたり、精神の決闘者も出していきたい感じではありますが、さあ、ここはドレッド。ちょうど、ウセルと決闘者のターンになりそうですね。ここは、殴れないので、そのままターンを渡してくる。さて。ということで、とりあえず、殴っていきますか。フルパンでいいですね。さあ、ということで、3体アタック、から、ラフィーンを育てていきましょう。ただ土地だらけ。1枚は育てていきたいので、さあ、こんな感じでいきましょう。6点通って残り10点からの、決闘者も出していく。この決闘者がね、育つスピードがめちゃくちゃ速いんで、次のターン、全然フィニッシュできる可能性はね、ありますね。さあ、ただドレッド2枚目。2枚目はちょっときついですが、さあ、残り19点。無視して、フルパンできる可能性はありますが、相手に関しては多分殴ってくる。なるほど。殴ってきた場合は、ミシュラランドともにフルパンできそうですが、さあ、残り13点。で、こちら16点。
14。5体アタックしても10点ライフルーズなので、で、下水王をブロックされて、2、3、4、5、6の、5、11。で、コウモリが手札にあるんで、1枚スペルを引けたら勝ちかな。うん、フルパンしていきましょう。計算上は足りてるはず。まあ5枚ドローが全部土地だったらあれですけど。さあ、フルパンから、まあ、なんでもいいんですが、決闘者をでかくしていく。はい、スペル引けたんで、これを勝ち確ですね。うん。まあ、この決闘者のね、でかくなり方ですよね。さあ、まあ5枚ドローでパワー5上がって、さらに4枚捨てて、パワー4上がっていくと。いや、決闘者がね、やっぱり、かなりね、スピードを上げてくれますよね。じいじ。最低ゴルガリということで、まあミッドレンジミラーで強いアクローズを入れて、で、まあティシャーナも、まあドレッド対策で入れていきたいですね。あとは特にかな。何を抜いていくか。まあこのリストかなりね、絞ってるんで、抜くカードなかなか悩ましいんですけど、個人的にはね、これ、土地1枚抜いていい気はしますね。まあ、コウマラキ入っていなくて、26ということで。さあ、ということで、こちら5手ですが、まあ、ランド1はマリガンですね。うん。はい、キープしていきましょう。まあ、クローゾズは、ボトムで OK かなと。まあ、今回に関しては、5手ではありますが、2ターン目に、しっかりとアクションを取っていくことができますね。さあ、相手はボセージから。ボセージからの沼。うん。さあ、そして3マナ目も引いてくる。で、ここなんですけど、相手が、2マナ構えてるんで、まあ、デニックを出すよりも、特目を出していった方がいいですね。最低土地が1回止まる。まあ、除去は持っていると。相手のターンに打ってくる。なるほど。さて。お、下水王いいですね。さあ、下水王出て、からの、まあ、4ターン目ラフィーンが、まあ、1試合目と同じく強い展開ですね。さあ、ただ除去は持っている。ただ、まあ、相手土地が止まってるんで、速やかに強い展開をしていきましょう。さあ、ただちょっと、土地が伸びてきましたね。まあ一応相手が、除去を持っている可能性考えてラフィンは取っている感じですね。さて。ということでまずは、フルパンからの、まあ、切り崩し構えてる可能性もあるんで、トークンを対象に取っていくと。ただ土地なんで、これはもう土地を捨てていきましょう。さて、まあ相手がその除去を持っている可能性も考えると、まあこのターンは特目を食うんじゃなくて、まあ展開をしていきたいですね。なので、このターンはデニックを置いて、ターンを渡していきましょう。まあ止まってきているので、おそらく除去は持っているんですが、まあここは打っていこうと。まあ多分のど首を持ってて、まあ1マナが払えないので、ラフィン用に、取ってきた感じかなと。さあ、この切り崩しはおそらく今引いたやつですね。さて、ただ、まあラフィンは持っているので、もう一回出して殴っていくと。はい、まあさすがにですね、じじ。さあ、こちら先手。まあキープしますか。まあちょっと怪しいハンドではありますが、まあ決闘差が2枚あるんで、まあアクシができるカードをね、1枚引ければ、ルーティングで手札を整えていくことができますね。さあ相手は、まあおそらくボロス召集かなと。まあ先に決闘差を置いていきましょう。で、コウモリ引けたので、まあコウモリを出すことによって、まあルーティングをすることもできますね。さあ、これはまあ一旦、まあ先にコウモリを出していきたい、感じかなと。さあ、ファストラウンドからのコウモリを出していく。さて、まあ悪事で、まあ先にルーティングですね。お、ラフィーンいいですね。さあ、土地を1枚捨てて、
これはどっち行くか。さすがにこの展開だと先導者の号令ですかね。うん。号令の方が良さそうかなと。まあ横並び自体はね、されるんですけど、まあパワーが1のため、まあラフィーンで、コウモリを育てていけば、まあなんとかなるかなという感じですね。まあ除去が引かれなければ、OK かなと。さあまずは、アーティファクトを解体していく。うん。まあ1体はブロックできますが、まあ1点は通っていくと。さて、ここも土地。さあ、手札を整えていきたいですが、まあ、コウモリをでかくしていくと。ただ、土地。ちょっとコウモリね、でかくしていきたいんで、まあ、決闘差1枚捨てていきますか。さあ、5点入って残り13点まで。次のターン、特目までいけるんで、このターンにコウモリが除去られなければ、そのままいけそうですが、うん。さあ、トップ2枚から除去を引いているかどうかですね。ただ、事件を引いている。これはね、まあ事件が解決していくので、ちょっと嫌な展開ですね。さらに、解体もしていくと。まあフルパンですね。まあ決闘者ね、悪事が働けないと、相手のターンにはパワーが0っていうのが、まあちょっと欠点ではありますね。これは特目国か。ブロッカーが2体だとすると、相手号令出して、ヨーティは戻ってくるんで、何点になる ?4、5の、15、16、17? 1点耐えれるか。さあ、フルパンから、一応決闘者をでかくしていくと。土地がでかくしたいんですが、ただ、ちび骨は出す余裕が多分ないんで、ちび骨プラス、コイロス捨てていきますかね。まあ、次のターンには勝たないといけないんで、さあ、5点入って残り8点。次のターンさえ、しのげれば、まあ、ミスラランドもあるということで、フィニッシュはね、していくことができますね。さあ、相手は追加の土地から、はい、号令。で、ヨーティアが帰ってきて、17から、まあ、2体ブロックして、お、解体はどうだ？打点は、食らう点数は多分変わらないかな。さあ、12点通って残り2点まで。これは勝ち確ですね。さあ、ということで、メシュランド起動して、一気に削っていきましょう。まあ、やはり、この決闘差がね、強いですね。GG。さあ、相手一般的なボロスということで、まあ、ギックス入れて、一時的封鎖を入れていく。で、まあ、痛烈な一撃は効いたり、効かなかったりっていう感じなんですけど、まあ、効くこともあるということで、入れていきますか。さて、何を抜くかなんですが、まあ、ブロッカー性能が低い、黒幕抜いて、ティシャーナどうかな。まあ、下水用か。で、あとは、カウンターを抜いていくと。まあ、こんな感じでいってみましょう。さて。まあ、割とバランスはいいハンドかなと。まあ、白のダブシンがないんですが、まあ、切り崩しと、コウモリで耐えていくことはできるかなと。さあ、管理人から、まあ、一旦切り崩しを構えていく形ですね。さて、まあ、相手が展開してきたら、先に切り崩し打って、OK かなと。さあ、メインで、毅然たる援軍。ということで、まあ、スタックで、切り崩していきましょう。さて。まあ、封鎖あるんですけど、一旦コウモリから行きますかね。
手札を確認していきたい。はい。これはイモデーンかな。うん。まあ、どこかしらで、まあ、いい感じに一時的封鎖を使っていきたいという感じですね。さあ、相手は管理人から、まあ、スクライをしてくると。さあ、デッキトップに置いていく。なるほど。正直これは、切り崩し打っていい気はしますね。で、決闘者を出すかどうかなんですけど、うん。まあ、出してもいい気はしますね。なんか、展開的には、ラフィンとか引けると、はい。全然ね、この封鎖を使わなくても、勝っていけそうな感じはあるんで、まあ、特に今、ギックスの命令引けたので、ただ、相手はもうこれは全力展開をしていく形。まあ、ギックスで対処できるのが、まあベストではありますね。おっと、ただまあ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 。はい。さあ、やっていきます。こちら後手。うん。まあ、座標ハンドですが、キープしていきましょう。相手は沼から脅迫メイン。はい。何を抜いていくか。まあ、ハンド的には特目、うんですね。さて。まあ、タップイン引いたんですけど、先に、ファーストランドを使っていきましょう。相手白黒。構えてくる。うん。まあ、こちらも構えていくんですが、構えていくというか、何もないんですが。さて、ただ、相手、はい、特目ですかね。うん。これエスパーっぽいかな。さあ、切り崩していきますが、まあ、ちょっとこっちの反動は、だいぶ弱めですね。これの発表。うん。まあ、青が引けてないエスパーっぽいですね。さあ、ここも土地。うん。まあまあまあ、これはミシラランドで殴っていくしかないですね。まあ、ちょっとね、決闘者もラフィーンも引けてないと、マナフラをしやすいという感じではあるんですが。さあ、相手やはりエスパーでしたね。さあ、決闘者引いてくる。ただ、まあ、相手が展開してなかったことを考えると、まあ、おそらく除去は持っている。はい、止まってきてるんで、まあ、除去は持ってますね。さあ、まあ、この決闘者は即、除去られていくと。まあ、悩んでるのはおそらく、まあ、カウンターがあるかどうかとか、まあ、使わせるかどうかとか、そういうところですね。さて、まあ、ドローさせるかどうかっていう感じになるんですが、まあ、さすがに切り崩し使っていいかな。うん。まあ、ドローされる方が嫌なので。さあ、1点どうって残り18からの、コウモリ。うん。まあ、反応がね、かなり弱いので、さらに土地。いやー、さすがにこれは厳しいか。まあ、土地26ではあるんですけど、まあ、一応ね、その決闘者とか、ラフィーンで、調整していくデッキということで、まあ、どちらも引けなかったり、まあ、場に残らなかったりすると、こんな感じに、ね、なっていきますね。さて、一旦コウモリバウンスしていきますが、まあ、特目これは、さすがに。うん。まあまあまあ。こういう実行試合はしょうがないので、まあワンチャンがあるんで、まだ投了はしてないんですけど、さあコウモリ、これはもう、除去は使っていきましょう。まあただ相手もね、これ、もう、A ガンズは見えてるんで、殴ってこないとは思うんで、まあ次のターンには投了していきそうな感じではありますね。まあハンド差も単純にきつい。はい。サラフィンから、まあ相手もね、ハンドが全部土地とかだったらまだワンチャンはあったんですが、はい。さすがに、投了ですね。うん。まあ次の試合行きましょう。まあエスパーミラーということで、まあティシャーナぐらいかな、欲しいのは。
で、まあ、例によって平地を抜いていくと。なんかね、ちょっとこの構成だと、突26が多い気がしますね。さあ、1本目を負けて2試合目。はい、これはキープしていきましょう。まあ、アクロゾズがラフィーンだったらっていう感じではありますが。さあ、しっかりと、まあ、サマネ馬を引いていく。うん。さあ、決闘者は生き残っていくと。まずは、デニック除去りますか。除去って、ルーティングですね。土地。これは特目捨てるかな。まあ、アクロゾズまで見えてるハンドなので、まあ、アクロゾズを目指していくと。まあ、結局その、ミッドレンジミラーにおいては、アクロゾズね、かなり強いんで。で、まあ、ここは、カウンターを警戒して、特目をメインからキャストしていくと。さあ、脅迫。さて、5マナ目も引いていく。とりあえず、殴っていきましょう。さあ、まあ、4ターン目アクション何もなかったんですが、構えてくる。まあ、放浪があるターンなので、まあ、ただ、どっちともね、警戒ということで、ここは、どっちとも殴っていきましょう。さあ、止まってきていますが、これはブロッククリーチャー指定後に放浪。これはなんだ追放できないのでトークン出してくるんですが、まあ、ブロッククリーチャー指定ステップはもう、過ぎているので、さあ、カウンターを気にせずに、アクロゾズを出していくことができたと。相手はこうなると、アクロゾズをどうにか追放しないといけないという状況なのですが、さあ、フォロートークンを出していく。まあ、ただ殴れる状況ではないと。さあ、そのままターンパス。ただ、こっちもちょっと、やや弱めのハンドですね。さあ、カウンターを持っている。まあ、アクロゾズ本体と、決闘者がフォローかな。まあ、相手がその、黒幕とか持ってた場合は、はい。ただ、どうですかね。まあ、結局その、フォローマイナスにできないので、アクロゾズが生き残ってしまうので、まあ、かなり厳しい、状況ではないかなと。さあ、これで同僚と。さて、まあ、サイド特に変更なしですね。まあ、バランスいいハンドということでキープしていきましょう。相手はワンマンガンでキープ。さて、まあ、これも、アクロザズを目指していく、形になりそうですね。まずは、まあ、コウモリから手札を確認していきましょう。カウンター持ってる。まあ、一旦カウンターを使わない。まあ、除去ってくる感じですかね。ただ、まあ、手札見れるんで。なるほどね。カウンター除去。まあ、ただ相手先手なので、まあ、こういうゴテゴテのね、ハンドは、どちらかというとありがたいかなと。さあ、まあ、これはカウンターを使わせる、プレイですね。まあ、アクロゾズを通せば勝てるんで、カウンターをね、どんどんと使わせていきたいかなと。さあ、コウモリ引いてくる。さあ、コウモリからのフォロー。なるほど。まあ、アクロゾズを通せば勝てるんで、カウンター抜いて、デニックももう除去っていいですね。で、この状況だと、おそらく、まあ、土地を引いた場合は、土地引いてくるからのデニック。はい。これはアクローザーズ通るんで、さあ、アクローザーズを出していく。で、こうなると、相手はもう、一生、フォローを構えないといけないですね。まあ、ちょっとこっちも動けるハンドではないんですが、まあ、このターンは、そのままターンを渡していく感じでいいかなと。まあ、相手もこれフォローを出すわけにはいかないですからね。さあ、まあ、お互いに、睨み合ったままターンを渡していくと。まあ、デニック除去っていきましょう。で、こうなると、
まあ、コウモリとかミスラランドは殴って OK ですね。さあ、ミスラランド起動から、まあ、アクローザズ以外が殴っていくと。まあ、おそらく、ノド首は使ってくるんじゃないかな。うん。さて、ミスラランドは除去られていくんですが、宝物トークン、地図トークンは使っていきましょう。ちょっとさらに、土地ということで、なかなか厳しいですが、まあ、ラフィーンとかが引けたら、これは殴っていきましょう。まあ、アクローザズが対象されないので、はい。まあ、当然殴っていくということは、フォローの対処手段は持っていると。はい。まあ、おそらくこれ投了するんじゃないかな。フォローを消していく。はい。これ投了と。GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。